こんにちは。わびチャンネルナビゲーターの森前です。いよいよ秋深まりというところを迎えるお彼岸も明けた季節になりますが、まだまだ残暑が厳しくて、今年のこの猛暑の季節はいつまで続くかなと思う日が続きます。本来はちょうど十五夜を迎える季節、日本の盆栽、水石、そして山野草の飾りも秋の飾りを楽しむ季節になりますが、まだまだ暑さが残る中、それでも皆様に床の間の秋をお届けしたいと思います。今日の飾り、ご覧ください。ススキの床の間飾りです。ススキって野山にあるススキとお思いでしょうが、まさにその通りです。今日飾らせていただいたのは、ススキの葉の中に模様がある鷹の葉ススキと言います。鷹の葉ススキというのは、要は空を飛ぶ鷹、それの羽の模様のような葉にまだらの模様が入っているところから来ています。鷹の葉ススキとも言いますが、矢はずススキ、つまり昔の弓矢の矢の矢羽のところに使った一番高級なものが鷹の羽を使ったそうです。それと同じ模様をしているので、鷹の葉ススキとも呼ばれ、矢はずススキというふうに呼ばれるようになりました。本来でしたら、この9月も末の季節、十五夜を迎える頃、ここには立派な穂が出ているんですが、今年の猛暑は残念ながら、この満月、望月とも言いますが、この季節にまだ穂が出る中での月見となりそうです。花のない季節、雄花が咲かないススキ、苦労してこの床飾りに使っているススキはつい1週間ほど前に用意をしました。園芸店で手に入れたポットに入った鷹の葉ススキを肥料を与えて、穂が出るまでに茎を揃えて、それをポットを抜いて根元をとにかく美しく皮むきをして、すっきりとした立ち上がりを見せるようにして植え付けました。草物盆栽ですので、盆栽で言えば真行草の一番柔らかい質素な草物の世界として、焼き締めの南蛮風の壺型の鉢を使いました。植え込む時はいくつかを寄せる時に、なかなか丸い鉢でうまくいかない時はくさび型に切り込みを入れて、あまりバラバラに植えた感じがないようにします。見てわかるように、まるで前からこのように置い立ったような姿、その自然さを出すことが植え付けの秘訣と言えます。特に根元をきれいにした後、最後にする仕事は土を見せたくありません。その時に苔を張って自然さを出しますが、一度スタッフがやって失敗しました。きれいな真っ青な苔を張りました。秋が来る、秋に入るという時に真っ青な苔、ちょっと園芸的になります。一度やり直しを伝えて、わずかに苔が茶がかったところも入れる、この微妙なその考え方も、草物のような何気ないものを飾る時の大切な心がけと思います。今回この鷹の葉ススキに合わせたのは、まさに満月の掛け軸、淡い雲の中に浮かぶ大きな月、これを描いたのは明治の画家文礼という人のものです。表具もおとなしく、浅葱色という古来からある日本の切れの色ですね。右手をご覧ください。玉うさぎという真っ白い
丸みを帯びたうさぎの置物が置いてあります。この白く丸みを帯びたうさぎ、玉うさぎは月のなぞらえでもあります。月そのものを玉うさぎと読むこともあります。自然界というよりも日本の文化の中で生まれたものですが、この飾りを見て、ああ月見の季節だな、こんなことを思うのも日本の四季や文化、歳時記、これを敏感に感じられる心かと思います。掛け軸に描かれている満月、中秋の名月、日本人はこの秋の名月というには心を寄せることが多くあります。名月と一言で言っても、日本人ほど月というものに対する思いを繊細に残している民族はないんじゃないでしょうか。満月の中秋の名月のことを望月、望む月、美しい月とも言います。これの3日前を十三夜、満月のこの前の日のことを小望月、小さな望月と言います。そしてこの十五夜と言われる満月が過ぎた次の日が十六夜、いざよいですね。なぜいざよいというから、いざなって早く月がおいでというところから来ています。そこから毎日毎日を歌う言葉があります。17日目がたちまち月、立って月が出てくるのを待とうじゃないか。そこから今度は少し遅くなるから座って待とう、これが今ち月。そしてだいぶ遅く出るから横になって待とう、これが寝待ち月、伏せ待ち月とも言います。そして夜も更けてから出ると、これが更け待ち月。果てはそこから15夜から26夜となれば夜明けに月が出ます。これを有明の月と歌う、まさに文学的な歌い方を月にはたくさん日本人は与えています。うさぎを飾るのも月の中にいるうさぎ、月読みをなぞらえてのことと言われています。さて、この陶器で飾ったうさぎですが、これでも十分に秋景色を出してくれます。ただ典型の使い方で、できれば草物を使った時は、もちろん焼き物もいいものですが、このように木彫のうさぎにしてやれば、さらにすすきに対しての柔らかい姿が出ていきます。なかなか木彫の典型というのはないんで、これも私どもが木彫家に10年前作ってもらったものですが、やはり盆栽や草物の典型使いは木彫の道具は使いやすいものです。この席は月というものになぞらえてのうさぎを使った席ですが、自然界でこの姿は多分ありません。うさぎはすすきの野原にはあまりいません。もっと野山の中です。本来のすすきの野原にいるのは、この草むらの中をささささっと入るこのようなうずらさんの世界ですね。この形にすると、まさに自然界がそのままここにある世界。うさぎが来れば文学、うずらが来れば自然の切り取り、すすき一つで対しても遊び心はとても面白いと思います。最後にこの望月、満月のことを歌った有名な日本の文学の中の言葉があります。和歌ですね。約900年前、平安時代から鎌倉時代に活躍した僧侶であり、日本を代表する詩人でもあった西行法師、この人が月になぞらえた望月の歌を詠んでいます。願わくば花の下にて春至難、その
如の望月の頃。如とは旧暦の2月、今の3月です。望月の頃というのは満月のことです。花は桜だったと思われます。できれば桜の木の満開の下で満月を見ながらこの世を去りたいねと言っていると言われます。これにはもう一つ意味があって、西行法師は僧侶ですから仏教を大変信奉しています。旧暦2月25日は釈迦如来が入滅した日にもなります。西行法師は旧暦2月16日にその生涯を閉じました。まさに自分の思いを全うしたと言われます。なぜそんな話をするのって言われますが、日本人は一つの掛け物、そこに描かれていた絵の内容、そしてそこにある自然の風景、それを思い描くときに必ず歴史や文学、日本の和歌、そういうものをやはり深く理解することで、その一つの草の飾りが大きな世界へと誘ってくれます。飾り一つにおいてもいろんな楽しみができる。それを今回穂のないすすきの飾りで楽しみたいと思います。草物一つ、すすき一つで織りなすいろいろな世界をご紹介しました。最後におまけをもう一つご覧ください。四国室戸岬というところで採取された室戸鉄岩という石です。自然の石ですが、これを見立てた方は野仏のようなという姿を描かれました。月が静かに上がって何もないすすきの原、そこに野仏が一つ、まさに静けさの中に日本の情感、わびさびを歌い上げるようなものが今度は石の典型で描かれました。遊び心は幅広くて楽しいものです。さて、今日の動画はいかがだったでしょうか。穂を見せてすすきを皆さんにご覧になりたかったですが、ご容赦ください。面白かった、今日のは良かったよと思ってくだされば、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。